こんにちは。大工の翔やんです。今回のこの現場はね、この増改築になります。レイカットに出すほどもありませんから、もう自分で手刻みして建てていきます。今回の現場はね、お仏壇を置く部屋を少しだけ出す、そういう現場になるんですけどね。これなんでこんな色ちゃうの？でこれがほらすり直すまで、これが一回第三の下のこれジャーンと走らせて、じゃあこれは削ったらこれになるの？おお、これ削ったらこれにまず目を起こしてプレーカット出してもね、いろいろ打ち合わせしてしとるより、自分で刻んだ方が早いかな。振り付けもありますしね、刻むってことでこうやってるんですけども、割とね材料は大きく欲しいですけど、立てる時はね手だけで組んで重いと大変なんです。ギリギリのラインのこの材料でね、乾燥材で刻んでいこうかなと思います。30年前までぐらいはね、こうやってこの電穴で削りましたよね。家一軒地とこれ100本からですからね、それを毎日電気穴で木作りをねしたもんです。その時に大きい電気穴にこう出会ってね、今となるともう何年に一遍しか使いませんから、骨董品みたいなもんですけど、昔はね本当にこれもう毎日っていうほどこの重い電気穴使いましたね。あっちに明かりがあるってことはようわかるやろ。この電気穴だけでトレーナーぐらいのね精度で鉄ってやらんとダメなんですね。まっすぐな面作って直角出してデコボコではダメですからね。でももう慣れてくるとね、こういうのもうまく使えるもんです。で1本大工な手ですとこんだけかかる。いいの1からいいの。これ手書きの図面？あして書くんかいそういう意味じゃねえ。それではね、久しぶりの墨付けをしてきます。その前に材料の癖というかね、使い勝手、それを見極めるのも一つなんですね。このタイミングに癖を見極めるってこと？っていうか上は下はを見てな、荷重に対しては癖をくたらんと。これ柱じゃないの？これは土台、土台は基礎の上に乗るんで、両端を大体は絶対押さえるから、これは下がりに使うんやな。よっしゃ。これ何これ？うわー、バッて書いてある。バンバッて。墨付けの順番って言ったら、まずは一番に土台ですね。そして胴出し上がって、桁上がって、もや上がって、今度は縦柱して2階の柱して通し柱してとかね、横なら横をずっと先に追います。縦なら縦ばっか追う。普通一般の大工の墨付けの順番ですね。今は楽してね、アルミの尺竿でつけるのも墨差しじゃなくてこのボールペンですよね。きれいに蹴ってあって乾いていれば正直ボールペンで十分なんですよね。そして寸法のしっかりしたこの既製品はね、曲がってなければもう無理に芯墨なんか打つ必要ありませんからね。正直昔はね、長生き盛大してもらうとね、右と左がこう寸法違ったんですよね。ですからこの芯墨を打って、その芯墨からこの書く仕事を拾ってたんですよね。そのために芯墨って絶対言ったんですけどね、この頃は不要になりましたね。今回の柱はね、全部が同じ長さなんですね。そういう場合は長い台に一列に並べてね、薄み打ってザーンと切ればもうほんといっぺんに OK ですよね。これでね、墨付けは終わりました。今度は刻んでいきます。この道具はね、有釜ほど取りってなんか変な名前なんですけども、これでね、敷地は大半ができます。これもね、
もう何年って使ってないんで、各シャフトが油切れで動かないんですね。油さしてね動かそうと思うんですけど、寒くてね油もこのピュッとこう出ないんですよね。硬い。なんか筋トレしとるみたいな。ほら俺2本つけてほら刻みの場合はもうどれから刻んでも全然差し支えないですから、とにかく手前の木から刻んでいきます。今回はこの柱の程取りやねパワーありますからね、一気にスカッと落ちてくれますよね。で割とこの機械はね自在にあちこちが動いてくれるんでね、割と使いやすい刻みで一番好きな道具ですね。柱のほどはね大きな面を取ります。今のこのプレーカットのほどの面ですよね、もう面が小さいんですね。ですから同じほど穴に合わすんでもねなかなか合わしにくいですしね。そしてもちろん頭にはね番付書いて、それが基本ですよね。出してきてもマウサが1本だけ入るんでね、そのマウサの穴も忘れずにねしっかりと掘っておきます。アリのね折った部分の敷地は先ほど使ったアリカマほど取り、アリは一発でできます。でもメンタというか落ちかけの部分はねオイレルーターで作っていきます。これもねオイレが取れて三角のアリのメンタ斜めに穴が掘れるんですよね。これも最初に出て使った時にねこんな便利なもんができたんやなと本当に不思議に思いましたよね。回転してるのに斜めの穴が掘れるなんてね本当に便利だと思いましたね。まあ少ない材料ですけどね、これで刻みが終わりました。では現場でね土台を据えていきます。最初に言ったようにね基礎の部分だけが出ます。だいたい3メーター高く出るんですけどね、この部分がもう今回の工事のこのメインですね。お仏壇を置く部屋が欲しいということで工事は始まったんですけどね。まずはね地みを打っていきます。増築する場合はね古い建物に揃えるってことですよね。120のね柱立てましたから同じような寸法で、でもここはメーターモジュールで立ってるんで割と広いんですね。既存の基礎はね換気口を取ってあるんですけど、今回の基礎はもう換気口を取ってありません。基礎パッキンでいきます。もちろん通気のね空気が通る基礎パッキンですけどね、それの方がね穴の面積足すと普通の換気口より
大きくなるんですってね。計算したことありませんけどね。第一この基礎が丈夫になりますよね。どうしてもこの換気口からクラック入りますからね。今回3本ずつボルト入れてもらったんですけど、これいざこの霧で穴開けよう思ったら古い霧が入っとる箱持ってきてしまったよね。切れんもんでこのインパクトで開けたことってないんですけど、インパクトでも霧さえ切れれば十分開けることできるんですね。基礎パッキンを基礎にコンクリ釘とかビスで留める人もいますけどね、それはいらないと思いますけどね。ノコギリでススッとこう切れるんですよね。柔らかい感じがするんですけど、強化プラスチックで何トンの力を耐えられるってことやね。便利な素材ですよね。長くしてなんか高さを一分出さな。室内になる部分のいらない鉄板を取り外していきます。取り外す言うてもね、はい、上まで取り外すわけにはいかないんで、高さを見てね、新しくつける屋根の高さで切ってきます。でもいきなりね、これの屋根の高さをミリ単位で切ってくってなかなか難しいんですよね。きちっと切るのはね、ブリキ屋さんに任して少し余裕見てね、自分らはもうええ加減な感じで切って、とにかく鉄板をめくってきます。鉄板をめくるってね、なかなか嫌なもんですよね。春よりはいいですけどね、すぐ手切れますしね、怖いですよ。切ったとこをこれ触ってないからいいんですけど、切ったとこ触ったらね、ダメでもすぐ切れてしまいますよね。基本は一旦握ったらもう絶対離さないことやね。でもほかすときはパッとほかす、それが一番いいんじゃないかなと思ってますけど、ブリキ屋さんにここだけ呼ぶっちゅうわけにはいきませんしね、なんとかめくれてよかったです。そしてめくった部分のこの右側にね、入り口を1箇所取ります。ここの面に筋貝が入ってるんですね。筋貝1枚取るんで、この左の一間壁に面材を貼ります。ここだけ少し強くなったぐらいで結果は収まります。この面材を今貼らないと縦待ちすると釘が打てないということでね、前もってこの2枚だけは面材を貼っておきます。お、このままで入ってるやん。のご安全に。ご安全に。酔っ払っちまうやんけ。酔っ払うほど飲むない。これ米。塩やけど。昔からこのセットなの？本当言ったらこれ普通の米やろ。うん。千枚やな。順番は塩、米、酒と。これで気を待っていくと。はい、気を入れたまえ。
建物はね大きい小さいに関わらず絶対にこういう建てる時はね避けて清めますね。まあこれはしきたりというか縁起物というかね、もし何かあった時にねっていうおまじないと保険ですよね。あ、仏間を清めたん。うまくいきますように。はいはい。美味しい。ひょっとしてあなたカメラマンわし一人でいや、場合による。のがこの日それではね柱から垂れていきます。2人おるっちゅうもんのなかなかねすぐカメラマンに徹するんでね、結局一人で柱は垂れていきます。ゆすればねこの柱の重みで上手に入っててくれます。そしてね増築というか縦増しというのはねどうしてもこの取り付け部分と長さをその場で測って切って収めていくっていう箇所が何箇所かは出てきます。昔はもう必ずって言うてほど岡材をね古い柱に穴掘って差し口しましたけどね、差し口ってこの古い柱に穴を掘って舗造を入れるってことでね、この頃は古い建物のもう横にダブらして柱を立てるんでね、古い柱には荷重をかけなくてこっちの新しい部分で支えるってことでね。この建物はね片流れで取り付くようになりますから、桁の方はそのまんまなんですけど取り付けは針の方だけをね長さを拾って切ってやるような形になります。どんな建物でもまず桁を収めて針を収めて、そして中張りとかねこんないろんなもんは今回はありませんから、その上にもやを乗せていくと。ですから桁の方が木柄は小さいんですね。柱で大体が1メーター間隔で受けますから、でももやは3メーター飛ばすんですね。持ちっぱなしになるってことだよね。ですから桁で150、もやで180の木柄を使ってます。もう一寸ずつ大きくしたかったんですけどね、なかなかねこれ以上重いとね手で上げるのが大変ですしね、荷重はねこれで十分支えられます。今これ入れてる材料がもやってこう言うんですけどね、同じ材料でもこれが一番下まで行くと桁になるんですよね。屋根を支えるたるきを受ける木がもやです。あらかた形できたんでね金門をしまいます。金門しまうというかね、きちっとつけてやらんと太刀を見た時に変わるってことはね、胴付きがついていたんでは太刀がね正確に出ない。ですから見つけるとこはボルトとガスガイとビスでねしっかりとこう止めて、それから家の帰りを見ます。これが反対になるとね、せっかく立ち見たわ柱の胴付きがちょっとついとるわってなると5本でまた下ろした時に狂ってしまうんですね。これで建物がきちっと組めたんでね、タッチを見ていきます。タッチもね正直三方だけですよね。最初に取り付けで際に立ってる柱で帰り見てますからね、大体はポンと当てて OK の寸法で切ってありますから、用を直して 2,3 ミリってとこへね。でも 2,3 ミリでもきちっと直していかないとね、やっぱり最初が肝心ですからね。気持ちこっち側。気持ちこっち側やろ。ちょっと行くよ。うん、ほんのちょっと。
ったやろ。オッケー、バッチリ。そうだね、高いな。どうちょっと引っ張ってみるな。オッケー、そこはい、もんで打ってもんで打ってもんで。いくらかんだよ、これでね建物はきちっと定位置に収まったんですけどね、上のもや1本だけが壁の中にね突っ込むようになります。この下にはもう柱が立てられないんですよね。部屋にこう出っ張ってきますからね、折り合いでも古い建物に取り付けます。ちょっとベランダというかね、出っ張りの部分がありましてね、この中身がこうわからない部分に取り付けようになります。少し多めにめくったら大花台が出てきてね、ですからこの大花台にしっかりと塚をはめ込んであってね、そしてその上にもやを乗せて取り付けるようにします。どんだけ重い何トンってある木でも落ちがけってよく言うんですけど、かかっとる部分は15ミリですからね、これで30ミリはかかってますからね。そして4寸角下でそれにもやかけてありますから、見た目以上に丈夫ですよね。こっち押せ。整ったん？この上。構造台のね最後のたるきがけをつけていきます。これはねたるきを両側仮打ちしてね、そしてそのたるきから長さも高さも測ってきます。これ現場あたりでね悔しくさいように思いますけどね、これが一番正確ですよね。高さも通りますし長さも決まりますからね。今回は長めのたるキックで必要以上の数で止めてます。こういう増築の場合のたるきの例はね、なかなか最初に決めるってことはできませんからね、たるき打った後に長さ出して切ってきます。桁と同じ長さでも鼻隠し作って切ってありますから、まず鼻隠しをつけて、そしてその横にハブ板を打っていきます。鼻隠しってね、たるきの鼻に打つから鼻隠しって言うんですけども、鼻隠しを打つことによってたるきの例がまっすぐなって軒先が折れないってことやね。ごっつい雪が来ても一本一本に荷重がかかりませんから、分散してくれますから、たるきの鼻が折れない。これが一番のメリットですよね。和風じゃないですから、軒天を張る。軒天が鼻隠しがないと収まらない。いろんな意味合いがありますけども、正面に打つのが鼻隠しで、横の上りに打つのがハブ板ですね。鼻隠しがなくてもハブ板は絶対にいります。これはやっぱし雨よけ、風よけ、そして家の飾りですよね。これがなかったらやっぱり締まりがないですよね。昔の和風の家なんてね、もう本当にこのハブ板にはね手かけましたね。水垂れ何段もしてどうやらするとね、下居まで下げる凝った家もありましたよね。トタン屋根でね一番大切なのはこの広小舞と上り小舞、これをしっかりした材料で回ってやるってことでね、簡単に仕上げてるとこなんてね、上に合板を張ってその合板を跳ね伸ばすってことでね、一緒な仕上がりで屋根はできるんですけども、水が回った時にすぐ傷んでしまうんでね、雨回ると。ですからこの厚みのしっかりした赤身の材料でね、これ回ってやれば出てるカラクタ部分は光が来ないってことなんですね。
そして屋根板、ノジ板ですよね。これは杉板の 12mm、赤みがかってる方がいいですよね、こういう板はね。でこの上に 12mm のシージングを貼ります。シージングでね、防音と少しの断熱効果ですよね。板金屋さんもね、グッドタイミングで来てもらってね、ベルトも貼ってもらって、これで屋根は完成。もう雨も降ることはないですね。屋根ができたんでね、壁の面材を貼ります。もう面材言ってもね、まずは耐力壁の部分だけを先貼っていきます。真柱入れて、そして筋交いの代わりになる耐力壁ですよね。これ全部貼るとね、増築の場合ですとね、吐き出しとか大きいサッシあればいいんですけど、今回のように小さいサッシですとね、中入ることができないんでね、とりあえず今は耐力壁の部分を貼って建前の完成ですね。リフォーム工事の解体ってね、必ず残すところが出てきます。そこをしっかり養生してね、埃もいかないようにしてね、まずはね、養生が大事ですよね。ここは残す。和室の輪郭はなくなる。あ、じゃあこの柱とかもこのままってこと？うん。この部屋はね、増築した部分につながる隣の部屋になります。和室6畳、それに押し入れと床の間がついてます。床の間の部分からつながるようになるんですけどね、この部屋は全面リフォームするわけではないんですけども、柱、鴨居、回り縁、そういうのは残してね、間のクロスを張り替えて、天井、床の間、押し入れ、そういうとこをね、リフォームしていく工事になるんですけども、リフォームでね、砕いては作りではうまくいかないんですよね。解体する場合は、右であろうが左であろうが、きちっと計画して、一気に解体していくっていうのが基本ですよね。増築した方から解体していけばね、骨組みがもろに見えるってことですね。ボード張ったら正面から砕こうと思うとね、なかなかこのクロス張ってありますしね、ボードのこのビスの位置も分かりませんしね、裏骨組みから外してきます。で抜くって言ってもね、この部分にももちろんこの筋交い入ってますからね、ご覧の通りもう筋交いももうぶち切って1枚取るっていうことでね、あらかじめ隣の一間壁に面材を2枚貼ってあります。で筋交い1枚外しても2枚分の面材貼ってありますから、弱くなるってことはありませんよね。少しぐらいはプラスになるかななんて思ってるんですけど、この頃ね地震多いですからね、もともとよりは弱くしてはやっぱダメですよね。自分らもね、3、40年前まではね、建物の外面に面材じゃなくてね、耐火ボードを貼りましたよね。ボード貼ってスカッとした場合は見場はいいんですけどね、この何の役にも正直立たなかったような気がしますよね。
畳んだんでな。なあ、混んで通れるほら。うまいこと言ったやん。この三尺の壁ね抜いた映像は一気にパタパタパタ折りたたんだみたいにね、めちゃくちゃうまくいったように思うんですけどね、動物がついとるっていうのはね、木と中ボードとこべっこにせなあかん。解体は早くても木は木、ボードはボードでやはりね分別解体していかないとね、結局手間かかってしまうんですよね。これでねやっとされた部分とね既存の部分と行き来することができるようになりました。何日間は面材を一部分抜いてあってね、帰る時は別で止めて、また朝来るとはこう外しては入ってたんですけどね、ほんでもう楽です。そして横の押し入れを解体していきます。押し入れはね終わりときちっとこうベニヤで貼ってあってもね、もう本当に作る時の逆の工程でばらしていけば押し入れは本当に簡単に砕けます。解体して思ったんですけどね、この家でだいたい30年ぐらいですかね、釘とビスが本当に混ぜこざで使ってあるんですよね。この自分ってギュッと止めようと思うとこだけをビス使ってね、簡単に止めれるとこはやっぱ釘ですよね。それとやっぱしこのビスが怖かったのか、目長毛とかね、そういう部分も釘ですよね。半分半分ぐらい使ってある現場ですよね。やはりね仕事しますと釘持ちビス持ちとか言ってね、大工手間に含まれたよね。この自分ビスってね出始めの時は結構高かったんですよね。ですから惜しみ惜しみ使ったんでしょうね。自分らもなんかそういう思い出がありますよね。ものによって釘は早いですしね、でも切れるかな折れるかなと思った時はやっぱし釘を使いましたよね。この自分ビスもやっぱ今は太くて長くて折れにくい丈夫なビスが出ましたよね。ですからもう今はほぼ 100% ビスで造作をするっていうことになってきてますよね。今度はね部屋のメス化し天井を巡っていくんですけどね、回り口もね一緒にこう取ってしまうっていう場合はねいいんですけどね、回り口残しのメス化しだけはね真ん中部分は大体するのは早いんですけど、ぐるぐるっとこの回り口にこの打ってある釘が全部残ってしまうよね。部屋の天井自体は解体早いように思うんですけども、釘じまいが本当にこの大変になるなと今からちょっと憂鬱になってるんですけどね。今度はね小柱を撤去していきます。これを1本外したわけ弱くなるかな、そんなことはないですよね。上の平門が330、割と余裕のある木柄になってます。まして上にこの柱乗ってませんしね、全然柱がなくて十分な上は平門が入ってます。立ち前には立ててなくて、造作の時にビス止めで後から立てたっていう柱ですね。こっちゃとこれだか真っ黒で立派な黒炭に見えますけどね、簡単な新世代でね、この自分も本当に入れましたよね。黒炭風の柱ですよね。この場合は地板までね本当にこの黒い感じで黒ずくめのこれセットですよね。
いつも思うんですけどね、解体って楽ですよね。なんも悩まんでもいいですしね。持った木を一本ずつ割らしていけばいいんですよね。これぐらいのスピードでね、造作ができたら楽しいでしょうね。部屋の反対側のお尻もね、同じように砕いていくんですけども、ここもね、ご覧の通り筋貝がいっぱい入ってます。今おるこの三尺のこの部屋から玄関ホールへ出る入り口になるんですね。玄関からずっと今の部屋まですぐに通れる、そういう形になるんですけどね、玄関ホールに穴が開くようになります。玄関ホールはね、全部砕くわけやないですから、入り口だけを穴にします。ですから傷まないように、まずはこの幅木を外して、そして三尺の入り口部分の壁を抜いていきます。この部分も同じように筋貝が入ってます。やむなくこの筋貝は切って外します。隣の押し入れがね、また先ほどのと同じように一間壁がありますから、そこに面材を貼ってやろうと思ってます。一間壁に面材を貼ったんですけどね、面材ってね結構重いんですよね。押し入れの鴨居は残ってますしね、ここ入れるのにもう本当に苦労しましたよね。やっぱり貼っとけばね安心ですよね。今回はね、新しくこの増築した部分の床をやってきます。こういう風に増築する場合はね、元々のこの床に合わせていくってことやね。ここ高いやろ。両端は良かったんや、確か。ほら。あ、こんだけ買ったんかったんするん。ちょっと高いね、これな。こんなんもう直しようがないんで、逆にここで合わそうかな。これで根立てんちゅうことや。でコンパネが4部やけ、まあまあ。でも部屋がね和室ですとなかなかね鴨居の高さを通したりとか難しいですけども、この頃は和風に見せて畳を引く部屋っていう感じで作りますから、うちのリモンの高さを古い建物にきちんとこう合わせてくるってことは正直なくなりましたね。新しい方のを増築した部分で大引きの高ささえなぶってやれば床の高さを合わせられる、そういう感じで後からの床高を決めるっていう感じの建て方にしてあります。でろ。床の高さを後から決めるってことでね、当然土台点に根太をかけるとかね、そういうことはできないですから、大引きはいいんですけどね、増築で新しい床の部分ですけども根太掛けを打ってやるってことですよね。でもこの根太掛け打っても別にこの根太掛けが下がるような行為さえしなかったら後から打ってもね大丈夫なんです。しっかりとこの根太掛けは止めてやってね、そうすれば大引きの高さが自由になりますからね、新しい土台を根太の下場にね、無理やり合わさなくて済むってことなんですね。
大引きの長さはね、あらかた切ってあるんですけどね、高さがわからないっていうことでね、その寸法を拾って切り替えてやる。増築した部分がね、2300に大引き2本入れてますからね、それよりは大引きの間隔が狭いってことやね。床はと丈夫になりますよね。で1箇所だけは古い土台に引っかかるってことでね、ここだけは大引きの部分を変えてやってね、そして収めていきます。大引きと根太、この床の高さの決め方ってね、昔と今はもう反対になりましたよね。40年前やったら和室の方が多かったんですよね。ということは和室を基準として考えるんですね。和室の床の作りやね、土台点に根太を打ったんですね。ということは廊下とか洋間は土台より上がったんですよね。上がり下がりっていうのはね、和室っていうのはもちろん畳の厚みがあるってことでね、一般に55ミリの厚みがあったんで、その分で上がり下がりの差が出てくるってことなんですね。この頃は和室って本当にもう一部屋あるかないかですから、基準が洋間に変わったんですよね。和室だけを下げる。昔って必ず廊下でも和室の入り口って30ミリから35、6ミリは上げましたよね。これがもう当たり前みたいな建物でしたからね。でもこの頃はバリアフリーです。いくらついとっても5ミリまでですよね。でも正直リフォームする場合はこの30ミリ、36ミリのこの段がついとるとね、15ミリいっても捨て張りしてこのリフォームできるとかね、段差はあったことでこのリフォームの場合ね、ちょっと楽する面もありましたけどね。この頃は洋間がその家の基準の高さ、和室があったらその分下がるってことだよね。この部屋はね、畳の間になるんですけども、断熱材を入れます。今まではね、和室の下になかなかね、断熱材って入れなかったですね。正直、畳でもね、いろいろあります。15ミリの畳から55ミリまであります。55ミリの畳を引くってことはね、40か45のスタイルの断熱が多分入ってます。でそういう風に今入れてる床断熱のこの断熱材よりも畳の断熱の方が効いてます。ですからなかなか畳の部屋ってこの断熱は入れなかったんですけどね。でもこの家、古い畳の下もやっぱりね、25ミリのね、昔のこの断熱材が入ってました。やっぱりせっかくするんですからね、こっちも断熱を入れた方がいいやろってことで入れていくんですけどね。断熱材を入れてね、そしてこの畳下はヒノキのコード用合板を貼ります。昔はね、必ずって言っていいほどこの杉板を貼りましたよね。杉のゴブ板。それが隙間空いてね、隙間から空気が畳に当たるのがええんや、しけんのやなんてね言いましたけどね、今度は畳がついてくるとね、その隙間から風上がってきてね、新聞紙引いてね、風止めたもんです。やっぱしこのピチッと貼った方がいいですよね。床が晴れたんで、今度は壁の断熱材を入れていきます。壁断熱は
厚みのあるグラスウールを入れていきます。グラスウールでもねこれだけ厚みあるといいですよね。ちょっと端かいですけどね、しくしくこうしちゃいますけども、ビニールで梱包してない方がねきちっと収まってくれますよね。ここの場合ですとメーター間ですからね、一番幅の広い幅でね入れてやって、とにかくきちっとこの入れてやればね断熱材は効きますからね。今回はね気密工事はしません。増築部分だけ気密してもなかなかね効くわけではありませんよね。家一軒きちっと包んでこそ気密ですから。逆にここは天井裏は空気が動くようにしてあります。家のためにはこの方がいいですよね。ちょっと真ん中で潜っとったよな。気持ちな。まあまあ上が56で、ここでちょっとちゃうんや73なんやんけ。3ミリ違うだけ。ここ全然悪ない。ここも悪ない。ただこれがちょっと一部下がってこれが正解なんやろなきっと。73やねんか。73。今回はね増築した部分ともともとあった6畳の間ですね。ここは一軒の押し入れと三尺の床の間がありました。この部分をね床を張るというかね捨て張りまでこうしていきたいなと思うんですけども、残してある6畳は床は触らないってことですよね。ですから高さにむちゃくちゃ狂いがなかったらほぼ既存の高さのまんま敷を入れてきます。1畳半の部分をね畳にしようかっていう案も出たんですけどね、ここにガスのストーブを置いたりテレビを置いたり板の間がいいかなっていうことで板の間に決まったわけです。ですからこの柱の内側ですよね、ここで切ってつなぎの分にヒノキのフローリングを貼ると。ですから敷居を1本入れて境目をねしっかりつけてやるってことですよね。このお宅のようにねメーター芯一間がメーターなんですね。3つでこれ3メーターなんです。この式が3メーターもんですよね。ですからこういう製品で4メーター3メーターに切ってありますからね、長さに余裕がない、ちょっと怖いんですよね。もともとの式がねメチ入ってたんでね、その片方のメチを使ってねこの反対もメチを掘って入れていこうと思うんですけども、こういう場合ですとねメチまでね突きと入れなくても高さを出して長めのミスでしっかり止めてそれで十分なんですけどね、せっかくあるメチはね使うようにして式を入れてきます。おっおっするの？無理ないよ。
そして千目地とも言いますけども、同じヒノキ材でできたらこの赤いとこでね取るといいですよね。敷を入れるってね、3メーターもんが一番入れやすいですね。長くても重いですしね、短くても角度がきつすぎて入れにくいですし、入れやすいのが一間半ですよね。そして片方をメチ入れて、片方はメチの穴を掘って線を打ってやる。これが昔からの敷の入れ方ですよね。反対側のね三尺の敷もね同じように入れていくんですけど、こちらはもう芋付けでねリス止めで入れていきます。というのは左の小口がね結局畳寄せと最終的につながってまっすぐになる。なかなかシビアなこの寸法出しでね半尺の敷ですけど入れていかんとなかなか合わんのでね。そして床の下地ですよね。増築した部分の床と同じようにね根段掛け打って1メーターでもう根段をかける。そうすれば断熱材もね1メーターもんですからきちっと両端引っかかって落ちないですしね、断熱材も入るし、その上に12ミリの合板貼ってね、それをフローリングの下地としていきます。そして床の下地はね増築した部分と同じように根段をねメーターもんで打っていきます。短く打つちことでね、その方が根段の間にきちっとこの入れる断熱材ですからきちっと入ります。でその上に合板貼ってねフローリングの下地にしていきます。これでこの床下地ができたんでね、この垂れた部分との間が通りやすくなりましたよね。ここだけもう化粧になるっちゅうわけやな。化粧の柱が4本立つみたいな感じなの。仕上がりは4本立ってるように見えるやろな。今度は増築した部分の正面の内のリボンを入れていきます。増築した部分はねこの真ん中に内間、両脇が押し入れですよね。そういう形の3つのスパンになる。真ん中だけをこの2本綺麗な柱を垂れてありますから、両脇は化粧の半柱を垂れてやるってことでね。でこれ半柱を立てることで仕上がってしまえばね、ここに柱が1本あるのと同じようなデザインの仕上がりになりますからね、無理に化粧の柱を立てなくてもね十分ですよね。もうあと15上がればいいよ。
こういう風にね半柱を後立ちにするときはね、もう本当に鴨絵掘ったり回り道掘ったり式の目地掘ったりしてね、いろんな仕事をしてから建てます。その方がね仕事台でする仕事とね建てて一個一個ね穴掘るのとちょっとでも楽な体勢でできた方がねこういいですからね。そしてこの 45mm の半柱を立てることでね、両脇の大壁の壁の収まりが良くなります。壁止めにトンと塵で止まってくれるってことでね。そして止めるのは見えないとこからビス何本でも打てますからね。今度は真ん中の鴨絵を入れるときは糸張って、そしてその高さから内の物の高さを出していきます。真ん中が仏間ということでね、両脇が押し入れ。普通の和室でしたら鴨絵の高さって揃えますよね。ということはまっすぐ3本とも同じに入る。畳を引いて正面に柱を見せる。その程度のこの和室ですから、ちょっと変化つけてね、真ん中の仏間を上げます。普通上げるっちゅうとお子さんみたいなイメージしますけどね、こういう真ん中で仏壇の段を上げますから、鴨絵の内の芋もね少しだけ上げてね、その方がバランスとかね格好もいいと思います。今度はね下の敷居を3本入れていきます。三尺の敷居が3本入るってことですよね。畳は55でもこの敷居は55プラス15ミリ上げてあります。五分の動物1本上げるってことでね、両脇のこの押し入れも地袋も全部開き戸になるってことで、敷居の高さが畳と同じでは面白くないんですよね。もし絨毯引いたりね、絨毯引かなくても擦れる可能性もありますしね、通るとこじゃないんですから、あっさり15ミリ上げてね3本揃えて、そうすれば綺麗ですよね。収めるときはね少し水つけてやるとね傷はつきにくくなります。三尺の敷居ってね一番入れにくいです。柱が傷つきやすいんですよね。上から無理に落とすってことでね、で開いている方向から入れるっていう入れ方もありますけど、基本上から落とすようになる。ですから今回はね両方とも線目地の面単にします。そして6本とも線打ちにします。結局目地入れるのも線打つのもきちっとこう収まってくれますからね。穴掘るのはちょっと厄介かなと思いますけども、この方がきちっと収まるかなってやったんですけどね。
もっとこだわってねいい仕事しようと思ったら穴をね柱の前面からゴムで留めるんです。そうすると正面に筋が1本胴突きが1本いくだけで綺麗な収まりになります。でも畳で隠れますからね、そこまでの仕事はいらないと思います。今度はね窓枠を入れていきます。正面に柱半柱ヒノキ使ったんで、この窓枠もヒノキ材で作っていきます。ちょっと厚みのあるねこの木材で、もう仕事は単なる芋助ですけどね、長めのビスをしっかり3本は止めてやってね、材がしっかり乾いていればねまずすくことはないですね。かえって今回はこれ33ぐらいの厚みがあった方が落ち着いた感じに仕上がってねいいですよね。なんかパッと見杉にも見えるんやけど。これら見るとな、今回はねもう前回にこの下張りしてあるその上にねヒノキの 15mm の円弧板を貼ってきます。ちょうどねこの間隔が 3m で、円弧板でもね 2m、3m、4m、3種類あるんですね。でたまたま1足だけ 3m がねこう残ってたんでちょうど良かったです。 3m で 4m もあってもねどうしてもこの疎スになりますし、この枚数的にねこういうもんって1粒入ってます。1軒半ですと2軒よりも枚数が多くなるんですよね。そのことでメーターの3弱で1枚足らん分を取れる、ちょうど願ったり叶ったりでね材料的には良かったです。なんでもんどん。いやほら猫こねするだろ。猫？猫いるかな。ではボンドをつけてね 4mm タッカーで貼っていきます。 15mm まではねタッカーでしか貼れないんでね、これが 30mm のネダレスですとねビス止めでねしっかりこう止まるんですけどね、今回のようにね長さをそのまんま1枚で貼れる、継ぎ手が出ない、もう見た目が綺麗ですしね、それとボンドをつけたからといってね床なりがピタッと完全に止まるというわけでもないんですよね。塗っても塗らなくてもなるときはなるんですし、なかなかねこれ難しいんですよね。向く板ってつけた方が向くの板の反りには強いのは強いんですけどね。板の間の部分はね畳の部屋として7畳半っていう考え方もあったんですけどね、でもこの部分にテレビを置いたりストーブ家具も置くかもしれないということでね、物を置くのはやっぱり板の間がいいんじゃないかな話になったんで、この部分は板の間になったんですけどね、この方がねきちっとした畳の部屋6畳、ここを畳にすると7畳半、ちょっと変則ですよね。使い道から考えて板の間の方がベストですよね。張り締まいはね少し狭くなってしまったんですけどね、これを総割りにしてもね部屋の真ん中の敷の横で3センチ狭くなってもかっこ悪いですしね、ここが一番建具に
近くて部屋の隅ですからここで逃げたんですけどね。狭くなれば狭くなるほどちょっとこの入れにくいんですけどね。でもヒノキの敷とヒノキの床ですと幅が少しぐらい狭くなっても綺麗ですね。これでね床は晴れました。今度はね形的にはこのカモイというよりは台輪ですよね。台輪を入れてきます。っていうのはねこの部屋のクロスは張り替えるんですけど回り縁を残してリフォームになるということはこれ真ん中に1本走ってるこの回り縁を取りますと回り縁の収まりがつかなくなるんですよね。ですから既存の回り縁はそのまんま生かしてその下にもう一枚化粧の材を入れてやる。その材は丸っぽ綺麗に見えますけどね。そうすれば元々のこの回り縁がね綺麗に収まってくれる。でも天井は一つにはならないってことでねここで円が切れてしまうんですけども床を板張りにしたことでね天井も貼ってあるクロスが変わるわけじゃないですからね。デザインで円切れるっちゅうだけですからこれはこれでいいんじゃないですか。なんで手で頑張るの？痛い新しく入れた敷と台輪のちょうどこの境目にね大壁と新壁を円切るようにね見切りを入れてきます。ほら別の3分これはねなかなか止めるのはね正面から打つっていうわけにもいきませんしね大壁になる方から最初にフィニッシュで少し止めてやってねそして最終的には斜めにビスをしっかり揉んでね止めてきます。ちょっとこの材は大きいですけどね新しく垂れた部分から下地が通ってきて大壁になってきますからね動物勘定をしていくと結構木柄大きく垂れてやらんとしょうがないってことやね。でもこういう孵化してくる大壁のリフォームに変えた時でもメーター芯で建物が建ってますとね普通の三尺の入り口でも広く取れますよね。これはもうこのメーターの建物のお得な部分ですよね。増築した入り口部分の入り口枠をやってきます。この入り口枠は建具をつり戸にします。そして畳の方を走らすっていうわけにはいきませんからね中間の板の間の上を走らすようにします。つり戸ですからね敷居もレールもなくフラットのとこをつった塔が通るそれだけの入り口枠なんですけども枠自体は折り金ですね。上のカモエの木と片側の戸当たりの縦1本だけ2本で形にします。三方を組みますとね壁の真ん中に縦枠が1本出てきます。物を置いた時はねどっちみち塔の分はつかさんとダメなんですけどもなければより建具にひっつけて物も置けますしね壁がまっすぐスカッとの入り口の角まで通ってくれますからかっこいいですよね。
折れた。そんな先っちょもげるもんの。最後にガッとこう締めるのって。こういう風にね、釣り戸で枠2本だけでこう作る場合、材料は2本ですしね、簡単に取り付けれるように見えるんですけどね、三方枠に組んだり四方枠ってありますよね。その方がよっぽどこの止めるのは楽なんです。っていうのは絶対に帆立てはまっすぐ立てないため。そして釣り戸の場合はカモイも水平でまっすぐにつけてやる必要があるんですね。むくってたり曲がってたらもっとダメなんですけども、単なる基準的なことなんですけども、縦と水平だけはこれ確認しながら止めて、これが重要ですね。材料が少ない分だけ一本一本がフリーなんですね。きちっと寸法に組んでないっていうことが取り付けにくいんですよね。真ん中のホタテもね、柱の外につくようになります。ですから逆にホタテに下地をつけてね、その下地を柱面にまとめていくようにします。もちろんこの柱少し通ってますからね、立ちを見てまっすぐ立つように取り付けてやる。とにかく縦と水平だけはリフォームであっても新築であってもきちっと収まっての枠ですね。乗せれば乗せるほどしっかりするしな。揺れることはないわな。ちょっと余談が過ぎましたけどね、天井やってきます。まずね、天井の下地の前にね、金門の締め直しですね。この金門ボルトもね、30年経つとこれだけ緩むんですよね。ガッタガタネジ3回転しますよね。これをやっぱできる限りね、全部っちできませんからね、手の届く範囲全部締め直してね、これはやっぱしリフォームの時しかできませんからね、努力する意味がありますよね。今回の天井下地はね、ボード下地ですよね。普通のボード下地と全く変わらないんですけどね、一番違うのが既存の回り縁が残ってるってことやね。化粧の回り縁が先かかった上に石膏ボードを貼っていく。普通はね、天井のボードを貼ってそして回り縁をつけていく。もう古い回り縁が残ったまんま仕上がってますからね、それにこの 9mm ボードを合わせて貼っていく。クロス貼りますから1mm 弱とかそれぐらいの隙間やったらよしとしてね、貼っていかないといけないってことだよね。下地はね、まずいつものように四方を打ち回します。四方を止めるときにね、糸張ったり墨打ったりして止めないってことだよね。多少上がり下がりはね、残った回り縁あるんですけど、残った回り縁にボードを挟んでね、そして柱、馬柱、間隔の広い場所はね、下地でドラシから止めてやってね、ボードが無理なくスーッと入る状態でとにかく四方を打ち回します。あとはもう同じです。それに300ピッチで野口を一方方向で流していく、そういう下地になります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10本。
天井の下地もね、大工によってね、野縁の上にゴム動縁をこう這わしてね、そしてする人もいますけどね、自分は野縁だけでね組んでいくのが好きですね。ボードビスもしっかり効きますしね、全体がしっかりしてくれます。そして天井吊るのは三尺間ですよね。どんな天井しても吊り木も切れ端のこの野縁でね吊ってきます。最初にね高さを見るためにビスでしっかり高さを見て、だいたい3ミリか4ミリほどしかもうこの頃だんだんむくらさんようになったんですけどね、昔の天井ってねもっとむくらしたんですけどね、特にこういう回り縁が残ってる場合はねむくらしますとなおこうすきますしね、3、4ミリ真ん中にむくらしてあって、そしてしっかり留めるのは釘で留めます。普通の釘のガンで留めて、この頃のビス良くなりましたからね、切れるってことないんですけど、鉄釘で打っといたら安心ですよね。今度はね断熱材を入れてやります。最初この天井裏にはね断熱材は入ってなかったんですけどね、普通2階がある場合ですよね、大体が断熱材は入れませんよね。でもせっかくのこのリフォームですからね、入れないより入れた方が効きますからね、断熱材はしっかりと入れてやります。ではね天井のボードを貼ってきます。天井9ミリですからね、9ミリの天井の場合はカッターで十分ですよね。真ん中で切るまでもないですよね。今回の場合ですとキリッパーでもね面だけ取ってやれば回り縁の上スッと入りますし、切ったとこは外へと持っていけばね全然綺麗なとこが中に入ります。でもね悲しいからこの部屋というかお宅の建物はねメーター芯なんですよね。ですから1万円半で届かないっていうのがねちょっと厄介だったんですけど、まさかメーター板とかねその長いのもらっても大変ですからね、継ぎ手にはしっかりボンドつけてね、そしていつものように貼ってきます。いいやろ。このボードの継ぎ手はね3着ずつテレコに貼ってるんですけどね、クロス屋さんによってはねスカッと揃えてもらった方が、もしトラブった時に一列のスーッとまっすぐな線ですテレコにしてあると、トラブった場合にまっすぐに継ぎ手が見えるか三脚に見えるか、継ぎ手さえトラブらなんだらどっちでもいいんでしょうけどね。ボードの張りじまいもねこれ張りじまいしにくそうに思うんですけどね、案外こう楽なんですね。一回片方へ多めに送ってやってね、でまた戻してやれば簡単に貼れます。ボードのやり送りですよね。
板の間の上のこの天井板もね、同じようにこのボードで貼っていきます。回り縁の下にねワイヤーを入れたことで天井をつなげるってことはできないんですけどね、下がこの板の間にコロッと変わってるんでね、上も縁切れて全然違和感はないですよね。これは半分に切れとったら一回だけ。今度は部屋と部屋の間の三尺の壁ですね。1メーターの3メーター。建物もむちゃくちゃに通ってるわけではないんですけどね、もともとの間柱がちょっと変なんですね。柱と寸法違いの間柱でね、銅縁足してちょっと変わった仕方してありましてね、そこへこの銅縁まっすぐ通してやればね、2ミリ3ミリ通っててもね、よしとね。無理にこの一角だけは大壁になってしまうんですけどね、ここへテレビ置いたりちょっと家具の一つも置いてね、またそれはそれでいいと思います。回り縁もね後打ちになるんですけどね、台話の下はとスカッと揃ってね、いい感じに、部屋と全然違和感がないですよね。床の幅木はねヒノキで揃えてあります。今回はね器と押し入れなんですけども、このお宅のリフォームはね、もともと器を作るためにこの一部屋出したい、そこから始まったリフォームですからね、このリフォームのメインディッシュですよね。そうかといって広いわけじゃないんですけども、正面の3つに分けてある真ん中が器になります。で両脇は押し入れなんですけども、まずはね床を張ってきます。まずはね器と押し入れ3箇所同時に床をやっていきます。床板はね 30mm の根太レスを貼るつもりなんですけども、根太レスって言ってもね、今回は根太をかけます。短尺やったら根太がいらない、それが根太レスなんですけどもね、やっぱ断熱材を入れたいんでね、300ピッチに根太を打つと断熱材が入れやすいんですよね。とにかく300ピッチに根太を打って断熱材を入れていきます。その上に 30mm の根太レスを貼っていきます。床板もね3尺で根太なしで貼る場合は、この敷に対して小口張りに貼ってきます。今貼ってるのは敷に対して平行に貼ってきますよね。見た目はこの方がうんと綺麗になります。でも奥行きの方が実際は短くなってくるんで、小口張りの方が板の長さは短くなるってことですよね。でそれも貼るのは楽なんですけども、小口張りにした時は板が膨らんだりね反ったり荒れてきた場合はね、敷からちょっと小口が笑ってしまうんやね。ですからやっぱりこの敷に対して平行に貼る、それが綺麗に見える秘訣ですよね。つけとくと
これで床が晴れたんでね、今度は仏間をやっていきます。真ん中の仏間と両側の押し入れ、とにかく仏間優先で作っていきます。押し入れをこう仕上げたりするとね、仏間をするときにこの裏からいろいろ仕事をしたいんやね。それができなくなるんで、仏間優先でやっていきます。間仕切りの下地をしてね、そして高いところの仕事ですよね。正直後からできない仕事は先にする、天井を一先にするっていうのはそういう理屈なんですけども、そして仏間の壁はね M クロスを貼ります。というのはここの仏間はお仏壇を入れるんじゃなくて作り付けの仏間になります。棚板が3段つきます。でそれをつけるのにやっぱしこの M クロスを貼ってあるとね、下地がしやすい、受けでも何でも打つのに楽ですからね、しっかりとこの M クロスで囲ってきちっと丈夫な壁を作ってきます。それではね、仏間の仏壇3段の材料を作っていきます。なんかややこしい話ですけどね、仏間ったらその空間を仏間、仏壇ったら普通そこに入る仏壇を言いますよね。今回は段をひな壇というかそういう形で3段作ります。もちろん下は地袋になるんですけどね、自然的に幅広い段が3段あります。そして剣帯が2枚あります。5枚のこのヒノキのこの無垢の無地板ですよね。この材料で作っていきます。でもこれ350円。この仕方が多いと思ったらここをこんだけ落としてこっちから350。穴板と毛ごみの取り合いですけど、丸入れでご案内します。そしてこの毛ごみ板もね、厚い毛ごみ板を作ります。薄く作りますとね、どうしても反ってしまうよね。で厚みも30か33でね、その方が反りがきませんしね、狂いもきません。一番上の板なんてね、幅が広いですから厚くわらとに作ってあります。でもこの見えるとこだけは見つけ33で揃えておきます。一工夫手間はいるんですけどね、その方が仕上がった時に揃って見えて綺麗ですよね。削り入るか。そして棚板の仕上げはね、やはりこの現場へ持って入って調仕上げはかかってるんですけどね、最後の仕上げは手がなで仕上げてあります。
最初にこの材料を開く時にね、三尺のコンパネに原寸図は書いたんですけどね、今度は本当に収まる位置にね、実際の壁にねきちっと原寸図を書いてね収めていきます。ここにちょっとカバーの筋がスーッとつくやろ。こういう風にね材料をスカッとこの仕上げてある場合はね、スライドソーを使った場合、少しだけ薄くこのカバーの跡が残ってしまいます。ですからカバーは止めて使います。自己責任で注意しながらこういう場合は使います。まず一番下の1段目ですよね。地袋の天板になる金型ですよね。この地袋は引き違いじゃなくて両開きの地袋になります。ですから溝はついてありません。そのおかげでこの後ろから掘り込んで送っていけるってことでね、実際にカンナで仕上げてその切れ端をね当てて切り替えてやります。少し固めにしてね、そして木殺しをして入れていくようになります。実際この板の厚みを掘って丸入れで掘り込むんですから、仕事自体は簡単なんですけどね、長さをきちっと合わせて取ってやる方がちょっと厄介なんですよね。こういう三角角のこのスペース一つ作ってもね、直角に切ったものが直角に収まるとはなかなか限らないんですよね。これ正直雑巾釣りを打たない仕事にしようと思ってます。雑巾釣りを打つとね、仕事はうんと楽なんですけど、やっぱしね、仕上がった時に雑巾釣りの小口が見えたりね、三方全部きちっとしつけて収めます。棚板の小口はもうボンド塗ってね、一応割り止めをして収めていきます。で収めるのは丸入れと一緒ですからね、後ろから送って前だけをゴム胴突きで収めます。両横が押し入れでまだ仕事を待ってありますから、横から止めれるってことはね、しっかりと胴口もその位置に合わせてありますからね、ベースで横から揉んでやる、しっかり止まれますよね。
2段目3段目はね受けを打ち回して、そしてその上に棚板を乗せていきます。この受けの打ち方もね、前に階段した時にねコメントで最初にビスを打って、そのビスを3ミリだけ出して、そしてトンと当てて、それから揉むと綺麗に止まるよ、ボンド塗ってあっても滑らないよって教えてもらったんでね、その通りしてるんですけどね、これはやっぱり理屈ですよね。そんないるんけ。2段目3段目はねきちっと長さを切ってやればね、棚受けに乗せてやれば下からビス止めれますからね、それで棚板はきれいに止めることができます。お、後ろ行ってみた。あーとね、奥でうつ伏せでもなんでよ、ほな歩いて潜れるか、俺は。あれワイの体が邪魔や。中入ってまえばええや。頭ってこれ急すんだよね。厄介なのは毛ゴミ板なんですよね。毛ゴミ板も棚板も割と長さをきちっとこのひっつけてやるっていうのがね、割と木と木をひっつけるよりもこれ厄介なんですよね。狭いところでなかなか融通ききませんしね、ボンドとビスとね、併用してとにかく動かないようにしっかりと止めてやります。お、これこっからだと。映像で見てるとね、ものすごく狭いところでむちゃくちゃもがれてるように思いますけどね、割と中入ってこっち向いてしまうとね、割と空間はあるんですよね。上なんかこう座ったまんまできましたしね。これで器の仏壇3段完成ですね。今度は両脇の押し入れですね。押し入れは杉板の横張りになります。もうだいぶ柔らかくなった。出てきたって。厚みは10ミリあります。ホンダレンダーって言ってね、それを本体のこの真柱の上に貼ってきます。コーナーだけを下にしてやってね、これ割とコーナーをこうシカッと作ってやらないとね、横目地が走るんですね。目地と目地をきちっと揃えることによって、その目地の穴を虫さんが通ってしまうんよね。やっぱり杉板で貼るとね、いいですよね。湿気も吸ってくれますしね、落ち着きますよね。お尻の中が落ち着いても全然関係ないと思いますけどね。もちろん天井もね、杉板を貼ってやります。そして目の高さで枕棚。枕なんてね、正直載せないんですけど、この半分だけの棚は昔からこの枕棚って言いましたよね。なんかタオルとかね、この箱物を載せる棚ですよね。
そして布団を乗せるのはこの中間でね、一段棚をしてあって、そこに布団を乗せるようにします。その棚は普通中段って言いますよね。中段に枕棚、それで三尺の普通の形、押し入れの完成ですよね。総集編いかがでしたでしょうか。この冬場のね、2ヶ月の増築リフォーム、ようやく仕上がりました。仏間を作って、その仏間の部屋を作りたい。それから始まったんですけどね、平米数にして 9.9 平米。増築ですから、新築みたいなもんですよね。そして隣の部屋、6畳直して、玄関まで入り口つないでね、お客さんが来ても、ここまで直接入ってくれるように、そういう風な感じのこのリフォーム工事だったんですけどね。ここのこのお仏壇はね、仏間に仏壇を入れるんじゃなくて、一番上に仏像を飾って、花飾って、線香飾ってね。で、前机があって、ここで、福井漬けの仏間です。これにて、この増築リフォーム完成ですね。以上、大工のシャレでした。